あなたの集中力はまだ本気を出していないかもしれません。ディープワーク、モンクモード、ゾーン、フロー、ストイック、自己啓発で繰り返される言葉は結局集中力という一点に収束します。一方で ADHD、注意欠如という言葉も最近よく耳にする。原因は明白です。私たちの注意を奪い合うアテンションエコノミー。私たちはスマートフォンを媒介として相対的に集中力を削られている。ではこの注意力が通貨となった時代に集中力を守り武器とする方法はあるのでしょうか。アーティストに学びましょう。ステージで魂を燃やすミュージシャン、繊細な筆の運び、見る者の心を掴んで離さないストーリーテラー。私たちはいつも彼らの作品に驚異的な情熱や意志の一点集中を感じ取り、イフにも近い感情を覚えます。いわば彼らは地球上で最高峰の集中のプロです。脳科学の最新研究でも即興演奏に没頭するアーティストの脳は心のブレーキを外したフロー状態であることが示されています。この動画ではそんなアーティストたちが極めて高い集中力を維持するために実践していることを7つにまとめました。しかもあなたが今日から実践しやすいノート術として体系化しています。メモのご準備はよろしいでしょうか。それでは集中力のプロたちから学んでいきましょう。It's on。1、睡眠を確保する。世界中のクラブを毎週飛び回る DJ たち。彼らは毎週末、深夜のピークタイムに最高の集中力を発揮しないといけない。そんな彼らが意外なほど睡眠にシビアなことをご存知でしょうか。ドイツのアーティストスティミングはこう言っています。十分に眠った時だけ自分のやっていることに完全に集中できる。スイスの音楽アーティストルチアーノは移動の飛行機をビジネスではなくエコノミークラスで予約していたスタッフに対しこう諭していた。これでは睡眠が取れない。俺たちはビッグショーをやるプロだ。観光客じゃない。移動中もしっかり休息を取らないといけない。夜中にパフォーマンスする DJ という職業のプロ意識が伺えます。彼らが睡眠にこだわる理由は最新の研究も裏付けていて、一晩の睡眠不足で反応時間が平均約84ミリ秒遅くなったという報告があります。つまりパフォーマンスそのものが確実に低下してしまうってこと。さてあなたは今日何時間寝ましたか。昨日は、一昨日は。もし即答できないならこのようなノートに記録をつけることをお勧めします。これは私のジャーナリングノートなんですけれども、これは僕の2月のマンスリーログ。この青い線のグラフ、このように毎日睡眠時間を記録しています。合わせてその日やったことであったり、その日の気分であったり、習慣としてやることを記録したりしているので、調子が良かった日、集中して作業できた日は何時間寝た日だったのか、後で振り返ることができる。結果それが自分の生活習慣を整えることにつながる。で、ポイントは早起きをするのが必須ではないということ。事実、インタビュー・ウィズ・ヴァンパイアで知られる作家のアン・ライスは昼間に寝て夜中に執筆していた。だから朝方か夜方かは問題ではない。ちゃんと睡眠をとることが大事。とはいえ仕事や家庭の事情で十分な睡眠時間が取れないという方もいらっしゃるでしょう。そんなあなたには昼寝をおすすめします。昼寝というとちょっとブロジョワというか南の島のリゾートみたいなイメージが浮かびますが、集中力を高めるために意図的に使うことが可能です。画家のマティスや建築家のフランク・ロイド・ライトは夜に 3,4 時間しか寝ないけれども毎日昼寝をしていました。目覚めて脳内がすっきりした状態を意図的に増やしている、倍増させてるってことです。睡眠は集中力を高めるための基礎。作業に熱中して睡眠を削りがちになった時こそ思い切って作業を中断して休息を取る勇気が必要だと思います。というか僕も気をつけようと思います。というのもこの赤い丸は大概作業に熱中して深夜までやっちゃった時なんで。さて次は睡眠とは別の角度から脳内のクリーンアップを図ります。僕にとってのライブは心の奥底の広大な静寂なんだ。カール・ハイド。2、精神統一の儀式。マルホランドドライブやツインピークスで知られるデイビッド・リンチは1日に2回必ず瞑想をしていた。
神秘の画家とも言われるバルチュスは毎日キャンバスの前で祈りを捧げた。ヘミングウェイやショパンは執筆や作曲の前の散歩を儀式化していた。こうした集中して何かに取り組む前の儀式に共通していることは、自分の精神を掘り進み、脳内のノイズを消し、注意力を研ぎ澄ますことにあります。マサチューセッツ総合病院のサラ・ラザール博士らの研究では、1日平均27分の瞑想を2ヶ月続けた被験者は、脳の学習や記憶に関わる部位に構造的な変化があったと報告しています。つまり集中力は儀式による脳の筋トレで鍛えられる可能性がある。そこで僕もジャーナリングノートのハビットトラッカーのここ、瞑想を加えて毎日5分朝起きたらここに座ってじーっとこうやってます。正直僕は瞑想が何なのかよく分かっていません。こうやってあぐらかいて目を閉じてればいいのか、何も考えないようにした方がいいのか、いや体の隅々に意識を向けるべきなのか、今ここにある自分を感じるべきなのか、実は今度専門の先生に瞑想を教わる動画を作る予定です。詳細はそちらの動画でお伝えしようと思いますが、現時点での僕の結論はこうです。呼び名や正解にこだわることより、作業の前に静止する時間を持つことに意味がある。一度手を止めて深呼吸をして心に静寂を取り戻す。もし座ってじっとしているのが苦手なら、ショパンのように散歩を儀式にしてみましょう。散歩は歩く瞑想、マインドフルウォークと言われることもある。スタンフォード大学の研究では、歩いているとき人はアイデアを広げる力が高まりやすいことが示されています。ショパンが散歩中に作曲したことも頷ける。瞑想と合わせて僕は散歩も習慣にしていますが、散歩すると確かに気分転換になるし、ここに帰ってきたら不思議と、よし、やるぞと、ギアが1個上がる感覚があります。座ってもいいし、歩いてもいい。大事なのは、精神を研ぎ澄ます時間を作る。エンジョイザサイレンスすることです。さて、睡眠と儀式で脳のノイズを取り去ることができたら、次は外側のノイズを取り去ります。アーティストたちがその狂気的なこだわりで作り上げた集中の聖域の話をしましょう。執筆する部屋はプライベートな空間でなければならない。スティーブン・キング。3、環境を構築する。先にデータからいきましょう。カリフォルニア大学グローリア・マーク教授の研究によると、現代人の平均集中時間はわずか47秒。別の調査では、一度集中力を中断されると、回復に25分前後かかることもあるとされています。つまり、スマホの通知が一度鳴るだけで、あなたのゾーンは木っ端みじんに破壊され、その後25分の貴重な時間がドブに捨てられるということ。アーティストたちはこの25分の損失が自分の作品を殺すことを本能的に知っています。マッシブアタックの 3D はこう言っていました。俺たちはスタジオに自らを閉じ込め、すべての雑念を排除している。つまり彼らにとってスタジオとは音楽を作る以外の選択肢を物理的に殺す装置なんです。同様にインターステラーやインセプションで知られるクリストファー・ノーラン監督もインターネットを切って脚本執筆をするそうです。ついでに彼は最近までそもそもスマホを持っていなかった。彼らに共通する教訓は一つ。やるべきこと以外何もできない空間を構築することです。僕のこの部屋もギターはあるし、レコードはあるし、誘惑の塊です。だから最近は本を読むときは意識的に隣の部屋へ移動しています。この部屋ではこれしかしないと脳にルールを叩き込んでいる。そして現代最強の集中力の敵スマートフォン。会社で集中作業をしたいならスマホをカバンにしまっておくといいでしょう。大丈夫。実際 1,2 時間見なくても僕のスマホを鳴らす友人は誰もいません。選択肢を減らすことはあなたの注意力を自分以外の誰にもどんなアプリにも渡さないという自分に対する信頼の表れなんです。イギリスの映像アーティストマイク・カジュアルがすごくいい言葉を言っていた。選択肢を削ぎ落とせ。そうすれば脳は言い訳をやめ決断する。では次はさらに選択と集中に磨きをかけていきましょう。音楽を最優先でやれ。他には一切手をつけるな。フィールディ。4、リストにする。少し昔話をしましょう。あれは確か紀元前3300年メソポタミア。文明の発展に伴い穀物や家畜、配給、労働などの経済活動が混沌としてきた。互いに言った言わないの不毛なやりとりに人々は困り果てていた。そうだ、こういうやりとりをすべて粘土板にリストにして記録すればいいんじゃね？
こうして地球上最初の文字が生まれました。後にくさび型文字と言われるものの原型です。したがってこう言い換えることができる。文字で記録することの本質は世界をリスト化することである。だからリストはただの箇条書きではない。混沌に対して人間が最初に勝ち得た情報整理術なんです。実のところこのクリエイティブジャーナリングを書くときに僕が一番苦しんだのがこのトゥードゥーリストのページです。本当は20ページくらい熱く気持ちを語りたかったんですけど泣きながら削りました。レオナルド・ダ・ヴィンチは毎朝今日学びたいことリストを書き出していた。コールドプレイはバンドのルールや楽曲構成をリスト化してスタジオに貼り出しメンバーの意思統一を図っている。アーティストだけでなく実業家にもリストを活用する人は多い。スティーブ・ジョブズ。集中とは他にある何百ものいいアイデアにノーということだ。さて何をするべきかもうお分かりでしょう。ノートを取り出して集中するべきことを書き込んでいきます。動画の撮影、ウェブサイトを作る、ワークショップのスライド作り、BGM の制作。で、この四角の中に優先順位を書き出します。で、優先順位が低いものは思い切ってバッテンを書く。あるいは不統合マークを書き込んで明日に持ち越します。ジョブズが言うようにこのリストで大事なことはやることを書き出し視覚化してさらにやらないことを明確にすることです。こうして私は今動画撮影に集中するべきということが分かった。他のことは一回忘れましょう。極限すればやらないことを明確にすることがこのリストの目的と言ってもいい。まさに選択と集中です。でもこういう風にバッテンを書き込むのは勇気がいるかもしれない。ジョブズのような思い切った決断ができるだろうか。大丈夫、自分を信じろ。事実あなたは今この動画を見るという選択をしました。すなわちこの間他の動画は見ないという決断をした。そして僕はあなたがやらないという勇気の決断ができることを信じて話している。あとはこれをやっつける時間を決めて全力でやるだけです。でもこの動画撮影想像以上に時間がかかってしまうかもしれない。クオリティを上げるために無尽蔵に時間をかけてしまうかもしれない。ハードストップを決めましょう。締め切りがあって初めて作品に目的地と文脈が生まれる。ブライアン・イーノ。5、ハードストップを決める。村上春樹さんは1日10ページと決めて工場のように執筆を進めている。なぜなら長い仕事をするときは規則性が大切な意味を持ってくるからです。私たちの脳みそは一度作業を始めると没頭してしまう構造になっている。サイガルニク効果と言われる心理状態で中途半端な未完了タスクがあると脳がもっと作業を続けたいと引っ張り続けてしまう。アーティスト気質なあなたもきっと作業を始めたらクオリティをもっと上げたいもっと上げたいと深夜まで作業してしまったことがあるでしょう。山下達郎さんはこのクオリティをどこまでも求めるある意味でプロフェッショナルな職人気質をご自身でよく理解されているようです。ここで終わりですと言われて諦めるだけでOK なんて出したことない。私たちも真似しましょう。先ほどの To-Do リストの最優先項目、これに集中して取り組むぞ。いつまでにを明確にします。今日の16時までかな。でも待てよ、もしかしたら何かトラブルがあって16時を過ぎてしまうかもしれない。いや違う。そうじゃない。俺は16時までにここを塗りつぶす。他のことはありえない。自分の実行力を信じてここに16時と書き込む。他の可能性はないんです。ただし作業中は休憩を取ることを忘れずに、有名なものでポモドーロテクニックというものがあります。これは25分間集中して作業をしたら5分間休む。25分間作業をしたらまた5分休む。このサイクルをきっちり繰り返していくというもの。重要なのはいつ終わるかわからない状態でいるより、25分間短い時間瞬発的に全力投球する方がはるかに簡単ということです。自分だけのツールの枠組みで音楽を作れば、自分にしか作れない音楽が生まれる。ジェームズ・ホールデン。6、ツールを最適化する。ツールを最適化しようというと、新しいカメラ、高性能なマイク、楽器や機材や高性能なアプリ、高性能な AI、そういったものを導入することを考えるかもしれない。正直それを全否定するつもりはない。しかし僕は音楽雑誌の編集をしていたからよく知っていますが、優れたアーティストほど使う楽器や機材を減らす傾向があります。有名なところでレッチリのジョン・フルシアンテ。年を重ねるにつれ、いろんなギターへの興味が薄れた。
ストラトキャスターとファズで最大限できるものを追求するようになった。まさに選択と集中です。繰り返しますが、もちろんあなたが新しいツールを手に入れることを否定するつもりはない。というかそれは必要なことかもしれない。しかしお伝えしたい観点は、今持っているツールで最大限の性能を引き出すことです。音楽誌の編集をしていた時、20代の若造だった僕にマッドプロフェッサーが教えてくれました。どんなにありふれたツールであっても、それは神が君にもたらしたものだ。だから君にしかできない使い方をしてみろ。必ず素晴らしいものが生み出せる。僕は彼のアドバイスを信じています。もし僕の動画をご覧になっていて、おさむちゃんの動画はなんか他と違うなぁと感じたら、それは彼のアドバイスに従って、このカメラと編集ソフトの使い方を徹底的に追い込んでいるからです。ですので実際に作業をしていて、ちょっとした気づきがあったら、必ずメモをするようにしましょう。例えばこういう風に音声の収録の仕方、カメラの使い方を私はメモっています。こういったメモがあなたをツールの熟達者へと変貌させ、さらに集中力を高めるヒントになります。だから作業中は必ずノートをこう横に置いておく。やがてあなたは優れたギタリストがギターを自分の体の一部とするようにツールと一体となることを感じるでしょう。どんなツールを使って作るとしても、本当の楽器はあなた自身だ。リック・ルービン。究極は人間と道具の摩擦、隔たりを最小化し、あなた自身がポジティブな何かを生み出すツールそのものになること。これがまさしくゾーンに入った状態です。トゥールというバンドのボーカルメイナードはこのことを的確に言い表しています。音楽はそれ自体が力を持つ。私たちはただの媒介に過ぎない。書け。傷ついていることを固く明確に。アーネスト・ヘミングウェイ。7. ジャーナリングし、振り返る。ジャーナリングとは何か。一般的には自分の感情を紙に書き出すことを指します。しかし僕の定義では、書く習慣を意味します。ちょっとしたメモでもジャーナリングの一種です。したがってここまでの実践の中でメモを取ってきたあなたはすでにジャーナリングを実践しているということになります。僕は先月、ジャーナリングを誰でも簡単に継続できる手法に体系化し、一冊の本にまとめました。クリエイティブジャーナリング。気になった方はぜひチェックしてください。ジャーナリングを実践しているアーティストは数が多すぎるので、2人だけご紹介します。エミネムは、ホテルのメモ帳からレストランの紙ナプキンまで思いついたワードを弾丸を仕込むように大量にメモしています。頭の中では全てが韻を踏んでいる。でも書き留めなければ覚えていられない。俳優のマシュー・マコノヒーは自身の回顧録も出版しています。書き留めることで後からそれを見返し、自分が何者であったかを確認し、なりたい自分へと編集することができる。あなたも集中して作業をしてタスクを完遂したら、先ほどのトゥードゥーリストの四角を塗りつぶし、自分を褒めるような言葉を書いておくといいでしょう。やりきったぜ。まあ俺だからなと。なぜアーティストたちはジャーナリングをするのでしょうか。それは後でこれを見た自分が将来凄まじい作品を生み出すはずだと信じているからです。次のリリースでいかついリリックを叩き込む自分を信じてメモを残す。自分はこうあるべきだという姿をイメージして書き留める。つまりジャーナリングをするということは未来の自分への信頼の証と言ってもいい。僕はよくジャーナリングを一人 SNS とライトに表現しますが、今回ヘビーに定義し直すと、ジャーナリングとは自分への信頼を綴った物語である。気づかれた方もいらっしゃるでしょう。睡眠、儀式、環境構築、リスト、締め切り、ツール、そしてジャーナリング。ご紹介した集中力のための実践、すべてに必要となるのは自分を信じ抜く態度です。結局、自分を信じていなければ集中なんてできません。極言すれば、集中力とは自分を信じ抜く力です。正直に言いましょう。今回ご紹介してきたアーティストたちは、僕が作品を通じて出会い浸水し、自らの血肉としてきた人たちです。僕は彼らの言葉をかけねなしに信じている。統計より山下達郎のプロ意識を信じる。冷たい数字ではなくマッドプロフェッサーがかけてくれた温かい言葉を信じる。科学よりアートを信じている。敬愛するアーティストたちに顔向けできないような人間にはなりたくない。
いや、なるはずがない。あなたにもきっとあるはずです。その人の言葉なら信じられる。その作品の前では少し背筋が伸びる。そんな存在が、集中力とはただ作業に没頭する力ではありません。自分が信じたものに恥じない自分でいようとする力です。この動画を見てくださったあなたがノートを開いて一歩踏み出し、ポジティブな何かを生み出すことを信じています。この道を行くしかない。立ち止まり、学ぶこともなく、探求を手放した瞬間、私は終わる。だから進め。ただ進め。